世界観を表現した世界観が収められたものになってます。で、見た目ビジュアルのこのスカーレットネクサスのビジュアルの特徴だとか、あとはキャラクターの見た目だとか、さまざまなルックスについてこのクリップでは紹介しようと思ってます。はい、この都市はこの世界の中では一番大きな都市というふうに紹介されています。ここはスオという都市で、このゲームの中心になる場所です。で、このスオの都市の見た目のインスピレーションは東京の景色と日本の90年代の景色をイメージしてます。ユニークなビジュアル部分っていうのはいくらかあると思うんですけれど、あと今回はセルシェーディングとリアリスティックな背景を合成するような見た目を選んでいるんですけれど、それはまず密度感を表現したいからというのが一つありました。で、あともう一つはそのセルシェーディングのキャラクターとリアリスティックな映像が混ざることによって、またそこでも異質な見た目、ちょっと面白い見た目にならないかなっていうのも模索しました。で、ただ単にセルシェーディングのキャラクターをリアリスティックな背景に置いてしまうとすごく浮いてしまって見た目が変になってしまうっていうのを懸念してたんですけれど、うまくそこを混ざるように工夫したっていうのが今回の苦労した点の一つではあります。で、例えば今映像の中で東京タワーが映ってると思うんですけれど、これは日本では有名なランドマークで海外の人も見たことがあるかもしれないものと思うんですけど、その東京タワーがものすごく大きなサイズになっていて、でこれ3000m 富士山と同じぐらいサイズがあるんですけど、それだけ大きなもの本当はそんなサイズない333メートルの東京タワーをそれだけ大きくすることによってちょっとおかしい異質な景色みたいのを作りたいっていうのがありました。さっき東京の都市をいろいろと混ぜるみたいな話をしたと思うんですけれど、それというのも僕たちも知ってる街なんだけれどちょっとおかしいみたいなそういった異質さを出したいっていうのがありまして、なので東京タワーも僕たちは知ってるものだけどすごく大きなこんな大きなサイズじゃないんだけど、こういったものがこの街の中にあるってことで何かちょっと変な場所だなっていうふうに思ってほしいっていうのがありました。で、大きな桜の木というのは日本を代表する桜の木なんですけど、それがあまりにも大きなサイズになっていて、これもさっきの東京タワーと同じで異質さを感じてほしいと思ってやっていることです。で、これが本作の特徴となる怪異という主人公たちに立ちはだかる敵なんですけれど、この見た目については私はその新規 IP、 新しい IP の新しいクリーチャーということで変わった見た目、何か興味を引く見た目にしたいというのが一つありました。で、その上で私たちの感覚とは違うものを取り入れたいというのがきっかけにありまして、実際にアーティストの力を借りてこの怪異のデザインを再現しています。で、そのアーティストの表現というのはその美しさがありながらもその死の世界だとかそのネガティブなイメージとポジティブなイメージを一つにしたような幻想的な表現をする作家の方なんですけれど、また彼らの動きについてこだわっているのは私たちの知っているような生き物でありそうで生き物のようであって私たちと違うものであるっていうのを表現したいっていうのがあったので、動きの中に一見動物のようで急に違うような動きをするだとか、人間のようでいて人間と違うような動きをするだとか、そんなモーションを取り込んでます。なのでモーションを作る時には人間っぽい部分だけはモーションキャプチャーを使ってるんですけど、そうでない部分は手付けなどにしてその人間の動きとそうでない動きをミックスさせることで不思議な動きにできないかなというのを考えていました。はい、共に新入隊員として入隊したキャラクターが2人いるというところで、同じ時系列から始まってただその同じ境遇に置かれている一つの物語をそれぞれの視点から描いていく。でそれぞれ視点で描くことで、その時片方の視点では見えなかった状況とかを別の視点では楽しんでいただける、そういうストーリーの楽しみ方を皆さんに提供したいと思って今回2人の主人公を用意しました。そして1人目がこちらですね、ゆいとすめらぎキャラクターですね。彼はですね非常に正義感が強くて、幼い頃に貝飛ばすぐに自分が貝から救われたっていう経験を持っていて、でその経験から自らも貝飛ばすぐに志願して入隊したっていうキャラクターになっています。はい、
そしてもう一人がこちらのカサネ・ランドールですね。はい、彼女はですね非常に優れた超能力を持っているもうエリートと呼ばれる、キャラクターですね。怪盗抜群からも、スカウトして入隊した、非常に、優秀なキャラクターです。左側がですねこの重ねの視点ですね。で右側がユイトの視点でのイベントシーンになっていきますが、今重ねの視点でご覧いただいた通りちょっとユイトの姿が見えたりとかしています。で今重ねの方ですね一緒に同行しているキャラクター、このキャラクターが実は未来予知の能力を持っているキャラクターで、ちょっとこのユイトたちがやられそうだなっていうのはちょっと分かるようなシーンになっています。この頃ユイトの方は今止めてますけど、これはユイトの方では入らずに次のシーンに進んでいきます。っていう形で、進んでいくと、こういうふうに貝が降ってきて同じような状況に置かれてしまう、ユイトの方ではこういうふうになってるんだなっていうのは分からずに進んでいきますが、重ねの方ではやっぱりそうなったかっていう形で物語が進行していきます。こういうふうに同じ一つのシーンでもですねそれぞれがつながりを持って感じられる、そういうふうなストーリーラインを作ろうとして、今回のこの企画から今発売までっていうところでもうほぼ4年以上かかってるんですけれども、このストーリーラインというところももちろん企画の最初から作っていってはいるんですけど、非常に多くの時間を要していて、もうこの2人のこのストーリー緻密にこういうふうに絡み合ったつながりを持った一つのストーリーとして完成させるまでにやはり2年から3年の歳月を要しております。であとはですね、アクションの部分に関しても、開発チームとすごく議論して決めてまして、特にこの念力アクションもどういうふうな念力を使えたら皆さんが分かりやすく直感的に気持ちよくなってもらえるかっていうところは、非常に開発の中でもですね議論を重ねてできてきた部分がありますので、この念力を使うユイトと重ねのこのストーリーですね、物語っていうのをぜひ楽しんでもらえればと思います。はい、本作はですねもともと僕がサイボーグ009とかいろんなキャラクターがいろんな能力を使って戦う集団っていうものが大好きで、そういういろんな能力を使う集団を改めてゲーム化したいっていう思いで企画を立ち上げました。あとサイキックアクションのもう一つの主軸としてSAS というものがあります。正式名称はストラグルアームズシステムというんですけど、仲間キャラクターから超能力を借り受けるシステムですね。脳を接続して仲間キャラクターから超能力を借り受けることで、いろんな超能力をユイトと重ねは使えるようになります。今画面上では放電の超能力を今使おうとしているんですけど、放電の超能力だけに限らず、瞬間移動とか透明化とか、ポピュラーで誰しもが一度は使ってみたいっていう超能力を選定してます。本作のキーワードとして赤い線っていうものがあるんですけど、サスを使った時に赤いケーブルが背中に刺さって戦うことができます。そうですね、サスケーブルデザインする時にそうですね、見た人の印象に残ってインパクトに残したいってことがまずあったんですよね。でそういう時見た時に過去タイトル見た時に例えばキングゲイナーの刺さってるケーブルだったりとか、あとはそうですね日本のアニメのガンツなんかもケーブルが刺さって戦う様っていうところがすごくクールだったので、そのあたりはインスパイアされながらデザインっていうものを進めた経緯がありますね。はい、本作ですね念力で戦うんですけど単純に投げ飛ばすだけじゃなくて、このロケーションに置いてあるオブジェクトをいろいろ活用することができます。今工事現場にあるので、工事現場のロケーションなのでダンプを上から落としたんですけど、そのようにロケーションに合ったオブジェクトを自分なりに扱うことができるってところが、はい、ここはそうですねドラム缶の中から水を出して貝を水浸しにしてます。でその後サスの放電で戦うことで水浸しになった貝を電気でしびれさせるということもできるので、超能力念力とサスを組み合わせて戦うというところが一つ特徴となっております。しっかり遊びたい人もカジュアルに遊びたい人も幅広く楽しめるものとなっております。はい、プレイヤーはですねこのようにブレインフィールドっていうね特別な必殺技を使うことができます。これはですね
海抜群が使うことができる近畿の技で非常に強力なんですけど、同時に非常に危険な技でもあります。ユートと重ねが展開することでオブジェクトが空間内に浮き上がって念力は使い放題になるんですけど、一方で非常に強い負荷が脳にかかってしまいますね。なので自分の言動がちょっとおかしなことを言ってしまったりとか、あとは聞こえないノイズのような幻聴が聞こえたりとか、あとこのように途中で頭抱えて動けなくなったりとか、そういうことがあります。で加えてですね、この残り時間の秒数があるんですけど、これが制限時間が過ぎるとゲームオーバーになってしまうっていう非常に危険な技になっております。はい、なんだけど非常に危険な技なんですけど、それをうまく使いこなして戦う自分がかっこいいっていう風な思いをプレイヤーに感じ取ってもらいたいなと思っております。あとブレインフィールド発動したらフードをかぶってたくさんケーブルが刺さった異様な姿になるかなと思うんですけど、これもダークヒーローっぽいかっこよさがすごく危険な超能力を自分が扱って戦ってるってところを感じ取ってもらいたくて、このようなデザインにしております。はい、こちらブレインマップと呼ばれるシステムになりますね。こちらはプレイヤーが成長するスキルツリーとなっております。このようにちょっと脳みその形をデザインしたツリーを意識して作ってます。で今チャージがため攻撃ができるようになりましたね。このように能力を拡張して新たなアクション、この映像の中ではため攻撃で範囲攻撃をできるようになってるんですけど、そういったアクションの拡張だけじゃなくて念力ゲージが増加する強化系のスキルだったりとか、あとはアイテムを使用した後のクールタイムが短くなるような補助スキルとかさまざまないくつかのカテゴリーのスキルを習得することができるようになっています。で脳みそを脳神経を拡張していくようなデザインにこだわってて、スキルを選択してボタンをホールドすることで神経が伸びていってどんどん脳神経が拡張していくような、そういう体験になることを意識してデザインしております。はい、ブレインマップ以外ですと基本的に通常のレベルアップで敵と戦って経験値を積むことで通常のレベルアップでパラメータが底上げされるっていうことに加えて仲間との絆ですね、仲間と絆形成することで絆の力が強くなると絆レベルというものが上がって仲間から買い受ける超能力っていうものが強力になってきます。ブレインマップと通常のレベルと、あとは仲間との絆を形成して成長させるってところが、この3つがこのゲームの成長システムになっております。このゲーム武器と念力の流れるようなコンビネーションってところが一つ特徴にしているんですけど、その流れるようなコンビネーションの体験ってところがシリーズ X だと 60fps で滑らかに体験できるので、その部分はすごくリッチな体験になってるなっていうふうに感じます。はい、開発チーム一同ねスタッフ個々が全力で携わったタイトルですのでぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。From my team and I, please enjoy Scarlet Nexus.